今日はスノ V4.5 プラスの新機能インスポの使い方を解説していくよ。インスポはいろいろと使ってみたんだけど、あまり便利な使い方が見つからなかった。既存の機能と効果がかぶっていて、インスポでしかできないことがあまりない。まあとりあえず自分が調べた範囲でインスポの詳しい仕様を解説していくね。インスポは自分のプレイリストを選択して、プレイリスト内の曲を参考に曲を作る機能。性質はペルソナやカバーと似ているよ。まずはこの2つと効果を比較してみようか。インスポの一番わかりやすい特徴は、もちろん複数の曲を対象にできること。複製した全く同じ曲であっても、曲の数を増やせば効果は強化されるよ。同じ曲を複製する方法はいろいろあるけど、現在はアジャストスピードが一番簡単かな。アジャストスピード1倍で曲を生成すると、全く同じ曲が簡単に複製できるよ。こうやって複製した複数の同じ曲を同じプレイリストに入れてインスポすると、1曲だけのプレイリストをインスポするより効果がかなり強化されるんだ。それじゃ実際に実例を聞いてみよう。サンプル曲を1曲だけ入れたインスポと、複製して5曲10曲にしたインスポ、そしてペルソナカバーとも比較してみよう。風と海が踊る夜に君を思う星の下、何もいらないこの瞬間、風と海が踊る夜に君を思う星の下、何もいらない風と海が踊る夜に君を思う星の下、何もいらないこの瞬間、風と海が踊る夜に君を思う星の下、何もいらないこの風と海が踊る夜に君を思う星の下、何もいらないこの瞬間、風と海が踊る夜に
数の同じ曲をインスポした時の効果とペルソナやカバーとの差を聞いてもらったよ。細かい部分で色々と差はあるけど、基本はペルソナとカバーの中間の効果だね。ペルソナよりは元の曲に近い曲になり、カバーよりは元の曲と別の曲になりやすい。そして参考にする曲を増減させると元の曲を再現する効果も増減するって感じ。これだけ聞くと便利そうな機能だけど、大きな問題点が2つほどあるんだ。最初の問題点は効果が不安定なこと。これはインスポの特徴が原因だったりする。ペルソナやカバーはその曲の主役要素。ボーカル曲なら歌声を重視する性質がある。でもインスポは脇役の伴奏やリズムを含めた曲の全ての要素をランダムで拾ってくるんだ。だからペルソナやカバーと違って伴奏やリズムを再現できる長所はある。でもどの要素を再現するかは指定できない。狙った曲調に調整するのはかなり難しいよ。もう一つの問題点は単純に面倒くさいこと。曲を複製してプレイリストを作る手間がある。操作が面倒って結構致命的な欠点。気軽に使いにくくなっちゃうんだよね。ペルソナやカバーのように似た効果で手軽な機能があるとそっちを使いたくなる。ただインスポはペルソナとカバーの中間で両者よりも細かく効果を調整できるから、手間をかけても細かい調整をしたい。そんな時に出番のある機能ではあるよ。特定の1曲をインスポした時の話は終わり。次は複数曲をインスポした時の効果を話すよ。ペルソナやカバーは複数曲を参照元にすることはできないから、複数の曲を混ぜて再現する。これはインスポにしかできないことだね。複数の曲を入れた時のインスポの挙動は一つの曲を入れた時とほぼ変わらないよ。つまりプレイリスト内の曲すべてのメロディー、伴奏、リズムをランダムで拾って、ランダムで拾った要素を曲に入れる。基本的にはこんな挙動になるよ。ちなみに要素を曲に入れる処理はプレイリストの順番と同じになるっぽい。つまりプレイリストの上にある曲ほどインスポで与える効果が高くなるよ。複数の曲を入れて順番を並び替えた時どう変化するかは実例を聞いてみようか。演歌、ハイパーポップ、デスメタル、このスタイルでそれぞれ曲を作って同じプレイリストに全ての曲を入れる。そして曲順を並び替えて変化を聞いていこう。心の奥に届くメロディー、消えた足跡探すけど、風と海が踊る夜に君を思う星の下、何もいらないこの瞬間、ただ君だけここにいて。プレイリストの順番を入れ替えることでインスポの効果がどう変わるか聞いてもらったよ。聞いての通り大きく効果が変わるから、インスポを使うときは絶対に意識すべきだね。それともう一つ注意すべき点はあまり曲調が混ざってくれないこと。プレイリストの最初の1から2曲で曲調がほぼ決まってしまう場合が多い。先ほどの例では各ジャンルの曲を2曲生成してプレイリストに入れたから、上の2曲のジャンルでほぼ曲調が決まり、他のジャンルの影響はほぼなかったね。インスポの曲の混ざり方を説明するのはちょっと音楽的に難しい話になるけど、コードやスケールを主張する曲ほどインスポに使った時に影響を与えやすいよ。音楽に詳しくないとわからないだろうけど、まあこれはわからないままでいいと思う。というのも複数の曲調を混ぜたい時はインスポよりスタイルランの方が圧倒的に楽なんだ。スタイル欄に複数のプロンプトを入れた時とインスポで複数の曲を混ぜた時を比較すると、スタイル欄の方が自然に混ざりやすくてインスポを使う意味はあまりないんだ。それとインスポで複数の曲を混ぜる場合、混ぜる素材の曲を生成する必要もある。時間もクレジットも余分にかかるから、
そこまでしてインスポを使う理由がないんだ。もちろんインスポでしかできないような面白い混ざり方をするレアケースもある。 V4.5 プラスの紹介動画で聞いてもらったボーカルの一部だけデスボイスみたいな面白い曲ができる可能性もある。ただ残念だけどその確率はかなり低いよ。最後に自分が生成した曲以外の曲をインスポした時の挙動について説明しようか。インスポは自分の生成した曲の他にアップロードした曲にも使うことができる。アップロードした曲をそのままプレイリストに入れるだけでインスポできるよ。他人の生成した曲はインスポできない。他人の曲をプレイリストに入れてもインスポの時は他人の曲は無視されてそれ以外の曲だけの効果が出るよ。まあでもアジャストスピード1倍で複製した曲はもう自分の曲だから簡単な複製の手順を挟むだけで他人の曲もインスポできるとは言えるね。ただ他人の曲をインスポするのは当たり前だけど著作権的な問題がある。インスポはカバーほどではないにせよ元の曲のメロディーを再現してしまうから他人の曲をインスポして生成した曲は自分の著作物とは言えない可能性があるね。インスポの詳しい仕様はこんな感じかな。使い道が全くないわけではないけど手間をかけて使う必要があるかというと代替手段が多くて微妙な感じがする。もっともインスポでしかできないことがいくつかあるのは間違いないからそれが手間に見合うだけの価値があると思うのであればインスポを使えばいいと思う。それじゃまたね。